はい皆さんこんにちは、ガミです。僕は今京成の青砥駅に来てるんですが、今回この動画は総武快速線唯一の踏切に行ってきたということでやっていきたいと思います。総武快速線には僕何回も乗ったことあるんですけど、踏切がある印象って全然ないんですよね。ですが1箇所だけ踏切があるということなので、今回はそちらの踏切に行っていきたいと思います。で今回なんですが、こちらですね、京成沿線お出かけ切符ということで、京成版18切符、こちらを使って、その踏切まで移動したいと思います。青砥駅のホームに来ました。とりあえず今来たこの普通列車で、行けるところまで行きたいと思います。京成線の千葉方面千葉中央駅到着です。京成津田沼から一駅、京成幕張本郷駅に着きました。ここっていうのは JR 総武線のホームと隣にあるということなんですね。でこの駅のすぐ近くに、踏切があるということなんで、じゃあ早速行きたいと思います。てか235動いてるよ。あ、いたよ235系が動いてましたね。総武線のやつですね。初めて見た。E235 系がいたので急いで JR の方に来ましたが、いなくなっちゃいましたね。ちょうど総武快速線が来ましたね。上り線はすぐ脇を通りました。鉄道塾社員の鉄旅通信みたいなやつがあるんですね。総武本線の説明があって、その魅力を紹介するという感じですね。幕張車両センターの紹介がありましたね。総武線とか成田線、外房線、内房線など千葉県を走る JR の車両が集合する車両基地。なるほど。ちょうどこの跨線橋から幕張車両センターがいい感じに見えますね。209系とあと255系も止まってますね。で E257 系と E217 系が縦列で止まっているというのもこれなかなか面白いです。結構歩いてきました。幕張車両センターって結構でかくて、この15両の車両を縦列で止めてもまだその先まで車両センターが続いているという感じですね。で奥にこれ235系が止まっていました。この先に跨線橋があるので、この跨線橋からもこの車両センターを一回見てみましょう。ということで跨線橋の上まで来ました。結構夕暮れになっていていい雰囲気なんですけど、手前に止まっているのが E217 系で、その奥に235系が止まっていましたね。同じスカ色なんですけど、これやはりね、新車とそうじゃない217系とで比べると帯の色の差がこれかなり明白ですね。こんなに差が出るんだ。奥に連結されているのは235系の付属編成ということですね。こんだけ帯の色が違う。もう235系はだってこれ輝いてるもんな。すごいな。ちょっと屋根上もちょっと見ていきましょう。ピカピカだな。217系も別になんか屋根上見てみるとそんな汚いというわけではないですが、235系が綺麗すぎるという感じですね。幕張本郷駅から歩いて約20分ちょいぐらいありましたね。これか、総武快速線唯一の踏切ということですね。じゃあちょっと詳しく見ていきましょう。一回じゃあこの踏切内で、この踏切内はどういう列車が来るのかちょっと解説していきたいと思います。まず手前側の2線がこれ京成千葉線ということで、京成の列車が来ますね。この期間も標準機になっているので、若干広めの線路幅になっていますということですね。
はい、で奥の3線というのはこっちが JR の線路になっていて、手前の2線が中央総武各駅停車、黄色い電車ですね。中央総武各駅停車が通って、で奥側の1線が総武快速線の E217 系とか、あとは成田エクスプレスとかがここを通るという感じです。なのでこの踏切内には全部で5本の線路があります。でもちろん JR は競技なので、さっきのケースに比べると線路幅が狭くなっています。渡るとこんな感じ。通過列車を取る前にこの踏切のめちゃくちゃ面白いポイントを紹介したいと思います。この踏切というのは JR 線と京成線が共用している踏切なんですけど、この方向指示器が JR と京成で独立してるんですね。前確か僕が京成高砂駅に行った時は、確か京成と北総でそれぞれ方向指示器があったんですけど、それと同じようなものがこの踏切にもありました。今 JR の上り型の方向指示器が出ているので JR 線の車両が来るということですね。それをじゃあ撮影したいと思います。お、来たー。もう中央総武線ですね。確かに方向指示器通りに JR の車両が来ました。こんなのって結構早いんですね、これね。続いて京成の方向指示器が来ました。ということは京成千葉線の列車が来るということなんで、じゃあ京成の車両も映していきましょう。あー、来たー。京成上野駅だ。この踏切は人と二輪車以外は通行できませんということで、この管理している鉄道会社で京成と JR が並んでるっていうのはこれめちゃくちゃ面白いですね。総武快速線唯一の踏切ということは、中央総武線においてもこれ唯一の踏切ということになりますよね。そうだよな、中央総武線ってそうだよな、踏切ないもんな。そうですね。ということは黄色いね、中央総武線の車両がこの見られる踏切というのはここだけということですね。で、踏切の音がなんか違うように聞こえるのは気のせいかな。なんかこっちと向こうで違うような気がするな。もうちょうど209の入れ替えの車両が踏切の上を通ってますね。反対側に渡ってきました。反対側もこれ JR と京成でそれぞれ方向指示器が独立しているという感じでした。じゃあここをまっすぐ行くと、総武快速線の下り線が単独であるということですね。かと思いきや線路が2本あるな。なんでだ。もう一つの方の総武快速線下り線の踏切に来ました。先ほどの踏切は結構な頻度で閉まっていましたが、こちら側の踏切はそんな高頻度では閉まらないということですね。で、2本線路があるんですけど、おそらく片側はこれ多分幕張車両センターの入出庫で使う引き込み線みたいな感じになってると思いますね。で、奥側の1線が、総武快速線の本線ということですかね。で、こっちはもちろん JR と京成が共用しているというわけじゃなくて JR 単独の踏切になっておりますので、案内もこれ JR だ京成だとかその辺は書いてないという感じですね。総武快速下り線側の踏切が閉まりましたね。すごい JR と京成両方来るときこんな感じで表示が出るんですね。
お、255系が来ましたね。特急列車かな、どうなんだろう。踏切なので渡る手前と渡った後でこれそれぞれ1機ずつあるというのは当たり前の話なんですけど、ただこれね、面白いのがこっちの踏切と向こうの踏切で管理してるのがそれぞれ違うんですね。こっち側の踏切を管理してるのは JR ということで、確かにさっき向こう側の方向指示器に比べると若干なんか形が違いますよね。で、あとここのお問い合わせ先もこれ JR になっているんですが、それが踏切を渡った先のちょっと向こう側を見ていきたいと思います。ちょっと急いで渡ろう。ささささっとさささささ。ほら、これ形がまず違っていて、でそれのこれお問い合わせ先はこっちは京成になってるんですね。なのでこっち側が京成が管理してる踏切みたいな感じでした。以上、総武快速線唯一の踏切に行ってきたという動画でした。総武快速唯一の踏切でもあるし、中央総武各駅停車唯一の踏切でもあるし、この JR と京成が踏切を一つで共有しているというのもかなり珍しい、本当になんか一粒で3度おいしい踏切なんじゃないかなというふうに思いました。なのでここの5線ですね、乗る機会のある方はぜひこの踏切通るときにちょっと注目してみてはいかがでしょうか。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。